今日は大根の浅漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大根の浅漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、忙しい時でもパパッと簡単に作れる大根の浅漬けをご紹介します。漬け込み時間もたった10分で簡単に作ることができます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、塩昆布、生姜、唐辛子、お醤油、お酢、お砂糖、塩、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず大根なんですが、長さがだいたい20センチほど使っていきます。重さで言うとだいたい 350g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてあと今回はね、塩昆布を使って漬けていきたいと思います。こちらはお好みの塩昆布を使ってください。そして唐辛子も入れていくんですが、こちら辛いのが苦手な場合や、あとはお子様が召し上がるときは抜いていただいて大丈夫です。そしてお酢ですね。今回お酢は米酢を使っていきます。米酢を使っていただくとまろやかな仕上がりになります。こちら穀物酢で代用していただいても大丈夫です。穀物酢を使っていただくとよりあっさりとした仕上がりになります。そしてあと味付けのポイント、最後はごま油ですね。このごま油を入れると香りが立って美味しい仕上がりになります。こちらはお好みで入れても入れなくてもどちらでも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめに大根の皮を剥いていきます。皮を剥くときはピーラーを使って剥いていただいて OK です。大根ってね、この周りがちょっと筋々しくなってるんですが、こういった浅漬けだったりとか漬物を作るときは、そのちょっとね、筋々しい部分も歯ごたえになって美味しいので、皮は厚く剥かなくても OK です。例えば煮物とかね、そういったものを作るときは厚めに剥いていただくといいかなと思います。今回浅漬けなのでピーラーで剥いていきます。はい、このように剥いてください。そうしましたら今からスライサーを使って薄切りしていきます。スライサーがない方は包丁で薄切りしてみてください。それではスライスしていきます。スライスするときはね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。こうやって大根がまだ長いときは手でやっていただいても大丈夫なんですが、大根がちっちゃくなってきたらこのような安全装置を使ってスライスするようにしてください。ではスライスしていきます。このぐらいですね。このぐらいの薄切りにしてください。なのでね、包丁でやるとね、ちょっと難しいかなと思うので、できればね、スライサーを使っていただくのが一番いいかなと思います。では残りも同じようにスライスしていきます。はい。で、このぐらい短くなったら安全装置を使います。こんな感じでスライスしていきます。そうしましたらここに塩小さじ3分の1ほどふるいます。そして全体にまぶしてください。この時大根を折らないようにだけ注意しましょう。こうやってね、あらかじめ塩もみしていただくことで大根から水分が出て味が馴染みやすくなります。全体に塩をもみ込んだらこのまま10分置きます。それでは大根を放置している間に生姜を切っていきます。まずね、こちら生姜の皮を剥きます。こちら皮付きの状態で使っていただいても OK です。そして薄切りにしましょう。薄切りにしたら重ねて今度は細切りにしていきます。はい、生姜の準備はこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はキッチンバサミでまず半分に切ります。そして中の種を取り除いてください。取り除いたらキッチンバサミで輪切りにしていきます。はい、唐辛子の準備はこれで OK です。この唐辛子はもうすでに輪切りになってるものも売ってるので、そちらを使っていただいても大丈夫です。それでは続いてこちらのお酢を少しだけ電子レンジで加熱します。そうすることでツンとした酸味だけ取り除くことができます。こちらを電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、15秒加熱しました。そしたらこちらのお酢は使うまでこのまま粗熱を取ってください。
はい、10分経ちました。10分経つとこのようにね、水分が出てきます。なので一度こちらの水分をしっかりと絞りましょう。今回はジップ袋で漬け込んでいくので、絞った大根はそのままジップ袋に入れてください。なのでこのように準備しておきましょう。では絞っていきます。こちらね、水洗いしなくて大丈夫です。このように手に取っていただいて、このままね、ギューッと絞ってしまうと大根の繊維が壊れて歯ごたえがなくなってしまいますので、このように手のひらに置いて、そして指で押さえつけて絞ります。できるだけしっかりめに絞ってください。はい、 OK です。ではね、残りも同じようにしっかりと絞っていきます。はい、このように絞ってください。それではここに調味料と残りの材料を加えていきます。まずここにお砂糖、そしてお醤油、あとはお酢、そして生姜、塩昆布、唐辛子、そしてごま油です。そしたらこちらを一度大根にしっかりとなじませていきます。お砂糖もね、きちんと溶かしてください。あんまりね、揉みすぎるとこれもね、食感が失われる原因になってしまうので、優しく指で軽く揉みながら混ぜてください。はい、そしてこのように広げます。大体で大丈夫なので広げてください。あとはしっかりと空気を抜いて全体につけだれをなじませます。そして口を閉じます。はい、であとはですね、こちらを冷蔵庫で15分漬け込みます。このようにね、薄切りにしていただくことで漬け込み時間が少なくてもしっかりと味をつけることができます。さらにですね、今回塩もみもしてるのでより味も染み込みやすくなってます。ではこのまま漬け込みたいと思います。はい、15分経ちました。このようにね、しっかり味も馴染んでます。ではこちらを盛り付けたいと思います。はい、これで大根の浅漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように短い時間でもしっかりと味が染み込んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうね、味がしっかり染み込んでます。浸かり具合もちょうどいいですね。そしてこの大根の食感がすごくいいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根の浅漬けのポイントです。まず味付けに使ったお酢なんですが、今回私は米酢を使用しています。こちらのお酢に関しましては穀物酢を使っていただいても OK です。さらにですね、このお酢はですね、ちょっとツンとした酸味が残るので、軽く電子レンジで温めてツンとした酸味を取るようにしてください。そうすることでとてもまろやかな仕上がりになります。そして大根のポイントです。大根はですね、まずピーラーで皮を剥いてください。大根で煮物をする時とかは皮を厚めに剥いたりするんですけれども、この漬物のように大根の歯ごたえを楽しみたい時は厚く剥かずにピーラーなどで薄めに剥いてください。そうすることでしっかりと食感を残すことができます。さらに今回はスライサーを使って薄切りにしました。スライサーを使って薄切りにしていただくことで短時間でしっかり味が馴染むようになります。もしね、スライサーがない方は包丁で薄切りしてください。ただ包丁でやるとちょっと難しかったり手を怪我しやすいので十分に注意していただけたらと思います。ただスライサーを使う際も大根が短くなってきたら必ずね、安全装置を使ってスライスするようにしてください。そしてこちらの大根なんですが、スライスした後は塩で揉み込んで10分ほど置いてください。そうすると大根から水分が出て、その分味が馴染みやすくなります。この出た水分なんですけれども、必ずしっかり水分を絞るようにしてください。この絞る時も手でギューッとやってしまうと繊維が壊れてしまってシャキシャキっとした食感が軽減してしまいますので、手のひらに置いて、そして指で押さえつけて絞るようにしてください。あとは他の材料と合わせて漬け込むだけなのでとても簡単です。漬け込み時間なんですが、たったの15分で OK です。もっとね、より味を染み込ませたい場合は1時間ほど漬けてみてください。あとはですね、今回ごま油も加えてます。このごま油の香りが立つことでとても美味しい仕上がりになります。ぜひ一緒に入れて作ってみてください。そして唐辛子ですね。こちらの唐辛子は辛いのが苦手だったりとか、お子様が召し上がる場合は抜いて作っていただけたらと思います。ちなみにこういったね、漬物をするときは大根のね、上の部分の方を使っていただくといいかなと思います。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は大根の浅漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。